ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の出生率が世界最低最悪をさらに更新し続けているというニュースを取り上げようと思います。日本においても少子化対策は非常に重要だという声が年々高まっています。そのため、少子化対策に力を入れている国では、どんな政策があるかといったことが盛んに日本でも導入できないかといった声は上がっています。一方において、出生率は悪い国にはそれなりの理由があるもので、どこが悪くて、日本の場合だとそれがどのように応用が効くのかについても考える必要があります。良いところは学び、悪いところは決してそうならないように気をつけるというのは非常に重要なことです。それでは、韓国における出生率が世界最低最悪水準を更新し続けている理由とは何なのでしょうか。早速報道を見ていきましょう。韓国の出生率が過去最低 0.78、2022年 OECD 最下位。韓国統計庁が22日発表した韓国の2022年の合計特殊出生率。一人の女性が生涯に産む子供の数 0.78 となった。前年の 0.81 からさらに低下した。経済協力開発機構 OECD 加盟国の最下位だ。韓国では2018年に出生率が初めて1を割り込んだ。新型コロナの流行期を挟み、低下に歯止めがかかっていない。OECD 平均 1.59 の半分を下回る水準で、日本の 1.33 や欧米の先進国と比べても圧倒的に低い。統計庁は人口推計などから出生率が2024年には 0.702 まで低下すると見込んでいる。2022年に生まれた子供の数は前年比 4.4% 減の24万9000人と7年連続で前年を下回った。統計庁は出生率低下の原因について婚姻数の減少が影響と説明した。婚姻数は新型コロナが流行した2020年、2021年の両年に前年比で 10% 近い減少が連続した。そして左のグラフが OECD 平均、日本の平均と比べた場合、韓国はさらに強烈に出生率が低下していることを示しているものです。高い住宅価格や熾烈な教育競争などから若者が結婚をためらう風潮が広がっている。若者が結婚をためらう要因の一つは高い住宅価格だ。韓国の不動産価格は過去5年間で平均8割上がった。ソウルのマンション価格は平均で約1億3000万円。韓国国土交通省によると平均の住宅価格は所得の 8.9 倍と日本や欧米諸国よりも高い。統計庁の別の調査では、配偶者のいない30代は 42.5% と10年前と比べ 13.3 ポイント上昇した。一部の大手企業は社員の多様なライフスタイルを尊重するため結婚手当ならぬ非婚手当を導入した。左のグラフは世帯年収に比べての住宅価格を示したもので、韓国における住宅価格は非常に年収に比べると手の届かないものになっています。韓国政府は少子化対策に力を入れる。2006年から2021年に計29兆円の予算を投じた。従来の児童手当や保育支援に加え、2023年からは満1歳以下の子供がいる家庭に親給与を支給。新婚夫婦への住宅提供など経済支援策を拡大している。政府の奨励策によって子供が満8歳までに取得できる育児休業の取得者のうち男性の比率は2021年に 24% と2015年の 6% から大きく向上した。しかし、就職難に直面する若年層の将来不安を払拭し、既婚を志向する価値観の転換を促すような抜本的な有効策は見つけられずにいる。韓国は2020年から本格的な人口減社会に入った。22日発表の統計によると、22年は死亡数が出生数を12万人上回った。急速な少子高齢化の進展は国民年金の財政を圧迫し、徴兵制の維持を難しくするなど、韓国政府に社会インフラの改革を迫る。記事の中に出ていた結婚手当とはまた別の話、非婚手当というものは何かという記事です。韓国、私結婚しませんに市民権。企業は手当導入も。あえて結婚しない非婚主義という言葉が韓国で定着しつつある。配偶者のいない社員が増えたため、結婚祝い金と同水準の非婚手当を支給する制度を設ける大手企業も相次ぐ。個人のライフスタイルをめぐる価値観は急速に変化している。少子化に歯止めはかからず、政府の対策も後手に回っている。社内掲示板で非婚宣言をすれば、手当と休暇を支給します。韓国通信大手の LGU プラスは1月、
結婚しないと表明した社員への支援制度を導入した。個人の多様な生き方を尊重すべきだとの考えからだ。結婚祝い金に相当する基本給1ヶ月分の手当のほか、5日間の休暇を与える。2023年はひとまず、満43歳以上で、勤続10年を超える社員を対象にしたが、社内では公平さを尊重する制度だと評判が上々だという。徐々に申請の要件を緩和していく方針だ。既婚手当を取り入れた企業はいずれも、その前に不公平の是正を求める社員の要望があったと説明する。韓国の大手企業は、社員の子女への教育支援が手厚く、大学授業料を負担するケースもある。子供がいるかいないかの違いで、既婚者と非婚者の賃金に大きな差が生じる。韓国統計庁の2020年人口住宅総調査によると、配偶者のいない30代は 42.5% と、10年前と比べ 13.3 ポイント増えた。30代男性は 50.8% が結婚していない。シングル社員の存在感が高まれば、企業が優秀な人材を吹き止めるために、福利厚生を改めざるを得ないのは当然の流れだと言える。一見すると非婚を奨励する制度のように映るが、意外にも批判的な意見はほとんどないという。むしろ、働く女性の出産を後押しすると専門家は指摘する。大学教授は同僚の負担が増すことに気兼ねして2人目の出産をためらう女性は少なくない。結婚していない社員にも恩恵があれば、既婚者は職場で上司や同僚の顔色を伺わずに済むと話す。未婚はこれから結婚する可能性がある。既婚には私は結婚しないという意思が込められる。韓国で非婚という考え方が台頭したのはなぜだろうか。韓国人の結婚観は過去数年で大きく変化した。文化体育館交渉が実施した世論調査で必ず結婚しなければいけないと答えた人は 17.6% に過ぎなかった。だが2016年の調査では 26.7%、6年間で9ポイントも下落した。調査会社によると、結婚しない理由の1位は結婚費用の増加、2位は子供の出産、育児への心理的負担感だった。結婚は必須ではなく選択肢が3位と続いた。韓国には家を借りる際に多額の保証金を大家に預ける独特の家賃制度がある。首都圏の住宅価格は庶民では手の届かないレベルに上昇し、新婚夫婦が一緒に住む家を探すのは容易ではない。子供が生まれれば、厳しい学歴競争を生き抜かせるため、長期にわたる教育費負担を覚悟する必要がある。財閥系の有名企業に勤める30代の独身男性はこう語る。恋愛はありだが、結婚には自分が社会に縛り付けられてしまう不安を感じる。子供ができても、その子たちが未来の韓国で幸せになれるだろうかと考えてしまう。30代の女性会社員は、結婚後の家庭での負担や親戚付き合いを考えると、結婚に積極的な気持ちを持てないと話す。社会で女性の活躍の場は広がったが、男性優位の価値観を持つパートナーや親世代との認識のギャップが結婚の足かせになる。2本続けて日経新聞の記事を引用しましたが、最後に記事の補足をしておきます。韓国連合ニュース。韓国統計庁の発表したデータによると、自治体別の合計特殊出生率は以下の通りです。首都ソウル市は 0.59、釜山市は 0.72、インチョン市は 0.75、国全体では 0.78 ですから、首都ソウル市が特に悪い数値を示しています。韓国における状況といったものの中から日本へと全く当てはまらないものもたくさんあります。その代表例が、まず第一に徴兵制があるかどうか。日本にはそれがありませんから、韓国における20代で徴兵に行っている間、なかなか男女間の付き合いがうまくいかずに、結婚の障害になるといった問題はあります。また、それ以外にも、学歴社会が日本よりもはるかにひどい状態で、韓国においては、財閥企業に入れるか入れないか、それを左右する学歴というものは非常に重視されているというのは、日本よりも圧倒的に状況は悪いものです。そして、学歴を得るために、名門大学に入らなければならない。そして名門大学に入るための手段として、教育をたくさんつぎ込む。そして、成績を出せないのであれば、様々な体験や経験といったものを、スペックという形で表すために、そこにもまたお金を用意しなければならない。留学であるとか、特殊な経験みたいなものをどんどんと積み重ねることが求められ、それらがまた子供を育てるにはとてつもないお金であるとか、コネを使わなければならないといった心理的な負担を将来に感じさせる、そのような悪い負担を多くの人が共有することによって、子供を産むなんてという具合にして敬遠する人が増えてしまうというわけです。
こういった事情は日本にはない事情でもあるので、その部分についてはそれほど日本が気にすることはないでしょう。韓国は自分で考えるべき問題です。一方において日本が警戒しなければならない、もしくは日本にも入ってきそうだなと思えるような考え方というのが非婚手当です。これは結婚している人に対する優遇制度がだんだんと進んでくることによって、そうではない結婚していない人たちから見ると、ある意味自分たちは冷遇されている、なぜあの人たちばっかり優遇するんだといった具合にして、その格差を埋めようとする動きが出てくるわけです。そして韓国の財閥系企業にしてみると、そのような待遇差といったものを不満として人材が流出することもまた問題ですから、ある程度結婚する人にも結婚しない人に対してもどちらにもお金を手当するというわけです。しかし単純な話として非婚手当といったものがどんどんと出されるようであれば、結婚できない人も結婚しませんということによって非婚手当を得ることができますから、あまり人口問題から言えば良い方策だとも言えません。もちろんこれはあくまでも政府のやっていることではなく企業のやっていることなので、やるなとも言えませんし、やったとしても法令上何か問題かといえばそういったわけでもありません。しかし日本においても同じような話が出てきて、非婚手当を導入しようというのを言い出す会社が出てきたとしても不思議ではありません。しかし日本の場合だと特に問題なのは、人口が急激に減少していくという今の状況に対してまだまだ対策が足りない状態ですから、そのような時には結婚している人やこれから子育てをする人たちに対する手厚い支援策というものを用意しなければなりません。そうした意味では非婚手当のようなものを企業やもしくは行政において導入する時期ではありません。今のようにまだまだ政策的に支援が足りない状況でこのような政策が入ってきたとしたら、それはかなり問題だと私は思います。少子化対策、どのようなことをすればよいか、基本的な方策としてはすでに様々な国が実験を行っていますが、基本的な考え方はある程度定まっています。ポイントは4つあります。まず第一に無料化、次に減税、次に現金化もしくは物品による支給、そして第4が社会制度の改善です。まず最初に無料化について。子供を産み育てるにあたっては様々な面でお金がかかります。それらについて無料化を進めていくというのがまず第一です。例えば、出産費用であったり、医療費であったり、教育費用であったり、これらについてお金がかかればかかるほど子供を育てていくのは大変だというのが思うわけですが、少なくとも公立校で学んでいくという選択肢を取るのであれば、教材費であったり、給食費であったり、学校生活で必要な運動靴であったり制服類やカバンなどについては最低限の数を無料で提供する、そういったことは必要でしょう。そして日本であれば高校大学まで、公立校であれば教育費や入学費について無料化するといったことも非常に重要です。そして第2の減税、こちらもまたなかなか進まない話ではあるのですが、子供を産み育てる上においてはお金がかかるということから、子供を産んだ人たちに対する優遇税制を整えようという話です。現在では子供が1人増えるごとに世帯全体の収入に対して減税をかけるかどうかといった話がメインにはなっていますが、私はどちらかというと極端な話、子供1人生まれたら所得税を150万円ぐらい控除しますよといった分かりやすいものでもいいんじゃないかなと思います。子供1人当たり何%減税ですよというふうにしてしまうと、高所得者であればあるほどそのパーセンテージに基づいた所得減税の金額が多くなってしまいます。ですから子供1人目に生まれたら所得税は年150万円控除しますよ。2人目が生まれたら今度は合わせて300万円ではなく400万円控除しますよといった具合にして、どんどんと子供が生まれれば生まれるほど税金のかかるその基礎控除の部分が増えていくといったようなことをすることによって、ある程度税制優遇を与えるといった案は私は進めるべきだと思います。そして第3の現金支給もしくは物品の支給。様々な方策を考えたときに様々な政策ができるといったときに、いやいやそんなの難しいよ、散らばっていてよくわかんないよといった話が出てくることもあります。ですから、そもそも子供1人が生まれたときにまず1000万円を渡しましょうであるとか、もしくは2人目が生まれたら2000万円といった具合にして、もう大きな額をドーンと渡すといった政策もあります。ただ、私の場合こうした政策だと、それを目当てにする人が出てくるかななんていうふうにちょっと疑うこともあるので、一度に渡すよりもやはり
一年一年確実な支援として、先ほども述べたような無料化と減税措置、そしてそこそこの現金支給みたいなものでいいんじゃないかなと思います。そして第4の方策として考えられるのが社会制度の変革です。例えば、今現在だと、社会の普通と呼ばれるようなものとして、結婚したら子供というふうな考え方が一般的にあります。しかし、社会制度として先ほども述べたような1、2、3、教育にかかる費用を無料化を進めていく。そして減税もしていく。そしてそこそこの現金支給などもしていくといったことを行えば、別に夫婦揃ってでもなくても、一人の親であったとしても、子供を育てる上での少なくとも経済的な負担をほとんどないような状況にすれば、別に結婚してから子供じゃなくても、一人の親であったとしても、子供が生まれた時の負担は最小限で済みますよという社会制度を整えれば、それでも問題ないじゃないかという考え方に、社会制度や考え方そのものについての許容範囲を広げていこうというやり方です。この4番の社会制度の変革という意味においては、フランスの見習いであるとか、どこどこの国を見習いといった話がよく出てくるわけですが、様々な面でそれぞれの国の事情や文化といったものも違うわけですから、どの面をどううまく日本に取り入れるかといったものは議論が必要でしょう。しかし大事なのは、日本にとってどううまく当てはめていくか、どう応用していくかといったことを議論を進めていくことで、全くそれらを全て頭の上し、全部他の国の話なんだから日本はもう変わらなくてもいいみたいな意固地になる必要はないと私は思います。少なくとも現状のままではうまくいかないというのは明らかなわけですから、どこに問題点があってどこをどう直すかについて議論を深めていく必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。